タッカブ。はいどうも、たっぷりカブタムシのお時間です。早速ですが、皆さんはマンディブラリスの強さはどの程度だと思っていますか？マンディブラリスを、実際に戦わせたことがなく、虫キングの強さ設定や、ブリードだけだったり、図鑑で見たことがある方など、マンディブラリスを知ってはいるけど、実際の戦いを見たことがない方、もしくは見たことはあっても数回とか、あまり知らない方、おそらくマンディブラリスはギラファやパラワンなどの大型のクワガタと、並ぶ最強格と思っている方が多いのではないでしょうか。ということで今回はマンディブラリスめちゃくちゃ弱い説について語っていこうと思います。結論から言わせてもらうと、マンディブラリスは皆さんが思っている以上に弱いです。はい、じゃあなんでそんなことが言えるんだと、お前がただマンディブラリスアンチなだけなんじゃねえのかと、思われる方もいると思いますが、これには具体的な根拠があります。それが僕たちが制作したクワガタの能力値を数値化する測定器での測定結果をもとに、いろいろなクワガタと戦わせてみた結果、マンディブラリスはギラファやパラワンなどの大型のクワガタどころか、国産オオクワガタなどの中型種と同等か、それ以下ということが判明しました。ではその測定値がどの程度なのかをご覧ください。はい、これがマンディブラリスの基礎ステータスになるのですが、これだけだとちょっと分かりにくいと思いますので、先ほど話に挙げたギラファやパラワン、そして国産のオオクワガタのステータスもご覧ください。今回はシークレコードというクワガタのギネスサイズを基準にしてサイズをおおよそ揃えて比較していますが、注目してほしいのがこの下の部分の挟む力、学力や押し合う力、押し力、しがみつく力、走力などの数値になります。これらは先ほど説明したクワガタの能力値を測定器で測定したものになります。特にこの押し力はクワガタ同士の戦いではかなり重要な項目で、ここの数値が高いクワガタは強い傾向があります。もちろん、挟む力、学力やしがみつく力、走力も強さに直結する部分なので大切ですが、学力や走力が強いクワガタよりも押し力が強いクワガタの方が強いことが多い印象があります。こうして比較してみると、マンディブラリスがいかに弱いかがよくわかると思います。他の3種のクワガタは確かに結構強い部類のクワガタですが、オオクワガタなんかは体格差がかなり開いていて、この数値なので体格差があっても力では劣っているということになります。そしてこれ以外にもマンディブラリスが、弱い理由があります。それが戦闘スタイル、戦い方になりますが、クワガタは大きく分けて上から攻めようとするタイプと下から攻めようとするタイプの2種類のパターンがあって、基本的には下からの方が強い傾向があります。はい、じゃあマンディブラリスが、どっちなのかというと、察しのいい方はもう分かっていると思いますが、マンディブラリスは何が何でも上から攻めようとします。上から攻めようとするのは必ずしもメリットがないわけではなく、どこを挟むかの駆け引きが少なく、ほぼ確実に相手の頭部か胸部を上から挟むことができるので、自身の方が力が強ければ安定した戦いが可能になります。しかし冒頭のステータスでも触れましたが、マンディブラリスはそもそもの力が弱いので、上から挟みに行って相手を持ち上げられずに押し負けて下に潜り込まれて対応できずに負けてしまうというのがほとんどになります。それなら相手も上から攻めようとするタイプであればどうかという話をすると、どちらも上を取ろうとすると四つ組みという組み方になりひねり合いになるのですが、この時に重要になってくるのが大顎の形状になります。マンディブラリスは大顎の形状に関しては唯一弱くない部分になります。弱くないだけであって強くもないのですが、
大顎が長くリーチに優れていますが、相手の体や足に引っかかる突起が少なく、ホールド性能が高いわけではないので、特別強いわけではありません。ただ強いて言うなら、大顎が長いので四つ組みになった時に相手の足を妨害でき、そこが唯一の強みになります。はい、ここまでマンディブラリスはステータスが低く、戦闘スタイル的にも弱く、いいところがないような話をしてきましたが、一つマンディブラリスにも希望があります。動画の初めに出したステータス表をもう一度見ていただきたいのですが、マンディブラリスは体重がめちゃくちゃ軽いです。なので、クワガタを体重で階級分けして、戦わせるのであれば、おそらくとんでもない化け物になるのではないかと思います。はい、ということで今回はマンディブラリスの強さに関する動画でした。今後もクワガタ関連の動画を上げていきますので、興味のある方はチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。